皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのグッチです。今日はですね、中国のマロン選手がやっている下回転サーブ、そして中国のそのマロン選手の下回転サーブからの出し方から5種類の回転が実は出ていたということで、その5種類を私なりの研究ではあるんですけど、中国のファン・ジェントン選手とかチャン・ジーカ選手は結構真似がしやすいんですけど、マロン選手はなぜ真似がしづらいか。マロン選手のサーブってやっぱ研究されにくい。で、マロン選手のサーブを研究した動画も少ない。なぜか。それは非常に分かりづらいサーブを出しているから。で、それがしかも流れで出しているという秘密。サーブのかけるタイミングじゃないところでかけて出しているっていうことに注目して見てもらえればなと思います。中国のマロン選手の握り方は5本指で握って下3本を外す、こういう感じですね。下3本外してで人差し指はちゃんと、これはバツじゃなくてこうですね。1つのフォームから5つの回転を出す仕組みになります。真ん中の指がこうかかってる時があります。真ん中の指がこっちにかかって下2本が外れてる、下2本外して真ん中の指かけて出してる時もあります。マロン選手はこの2本やって出すやり方か3本外して、やるやり方、どちらか皆さんのにかけやすい方で、今日はやってもらえたらと思います。なのでまずできる限り下の方に構えてもらう。できるだけ下の方に構えて、で左腕をできるだけこう伸ばしてもらう。フォアの真ん中まで左手を伸ばす。でラケットのバック面を相手に向けるように構える、ちょっとマロン選手っぽくなるのかなと思います。通常のサーブよりも懐が非常に広いサーブができるようになります。でここから少しトスを高めに上げます。少しトスを高めに上げて、でその時に楕円っていうのを描いてください。トス上げて楕円、丸というよりかは楕円ですね。楕円、トス上げて楕円、トス上げて楕円をやってみてください。丸じゃないですよ、丸じゃない。マロン選手こういう感じですよ。楕円、トス上げて楕円、トス上げて楕円、こういう感じです。これがいろんな回転に見える秘密になります。1つの出し方で5つの回転を出す方法になります。楕円を描くとそのまま縦スイングができるようになります。楕円を描いて縦で下回転をかけてるんですよ。縦スイングでこういう回転で下回転をマロン選手はこれでかけてます。こうこういう回転いきますよ。これ縦で楕円でいくとそのまま縦でスイング、縦でそのままこう前に持っていく。これ中国のマロン選手の下回転。楕円描いて縦、楕円描いてその勢いで縦、そのまま派生できるんですよ。日本選手が横で切るとやっぱ下回転ってバレちゃうんですけど、こう左上から右上にかけてこすってあげるよ。大きめに楕円を描いて、縦、こっち斜めぐらいで入ってこうやって切る。左斜め上からこうやって。中国の選手は縦のままでこうやって下回転をこうかけるので、変化がですね、何回転出してくるか分かりづらい。それで次がナックルですね。同じナックルいきます。これナックル、同じ縦でマロン選手は縦で入るから下とナックルの差が本当分かんないです。でナックルはただ真ん中でただ当ててるだけ。
こう楕円で描くとそのままの流れでサーンといけるんでバレないんですよね。自分で振ってるじゃないです。自分でマロン選手は自分で振ってないです。振るから回転がバレちゃう。でもマロン選手は全部同じに見える。だからこう楕円の延長線、楕円がこう動いてる延長線でそのままかけてるのでインパクトしてるように見えないっていうのがマロン選手の最大の武器なので、一つの縦の入ってるサーブの出し方で5つの回転が出てるという状態。これナックルで、ナックルはただ真ん中に当ててもらうだけなので、ナックルまあ、下回転と同じ振りだと思います。はい、振りただ最後に当てただけでナックルになっちゃうという。で3つ目のサーブがこのロングサーブがあるんですよ。マロン選手がよくやってるのはやや縦にしてちょっと先端の方で弾いてもらう。こう下系かなと思ったら縦側で下かなナックルかなと思って、その楕円の延長線で縦に先端に当てちゃうとそのままこうやって高速ロングが出ちゃうんですよ。これすごくないですか。でこれ振りがロングみたいにこんなテイクバック取らないから分かんないです。そのまま流れで出してるので、ロングは先端で弾くだけなので同じように遠心でこれではいなので、マロン選手全部こうですもんね。ゆっくりやるとポンポンポン。出してるので2人で出してるのでこれ縦で入ってる時に楕円でそのままボールの左側の方をちょっとこすって横回転を出す。ボールの左側こすって出すと実は楕円を描いてるからちょっとボールの横を掴んでるの分からないんですよ。このままピだと横って分かるじゃないですか。ですけどマロン選手がやってるのはこういう感じなので楕円を回してる延長線で最後に楕円の延長線で当たってる。これ横回転なんですけど横回転に見えないですよね。こういう状態で横回転楕円やってる最中に当たってるんで、通常の下とかロングとかナックルとかがある中にこれナックル、これ横回転と思います。はい、でこの時に新しいがこうでこう横回転こうそれでこう結果的に同じ。で同じサーブで今度5つ目が今度は同じフォームで逆横回転 YG サーブをたまに混ぜてきます。これマロン選手一番少ないですけどね、ほんのちょっとたまにやってるぐらい。同じ構えから1つ上げてで楕円描いてで途中まで縦で入ってこう、普通の入り方で縦で入ると YG に便利なんですよね。もともと合ってる。
楕円で入ってで当たる瞬間に手首を使ってボールの右下の部分をこう右斜め前に向かって手首を使って最後返してもらう。手首を使ってピッとスナップを効かせ逆回転をこうやってかけてもらう。最後で最初からこうっていうよりかはもう最後らへんに最後の最後落ちてきた時で下これナックルこれ横回転、瞬間的に言うとこう下か横かナックルかロングかどれかなって思ってる中に同じ振りで逆回転があったら嫌ですよ相手は。こういう感じでやるとすごく横で切って立てってやると日本の人はこうやってやると切れるのかな、下回転切ってそのまま立てっていう感じでやると分かんないです。でめっちゃ切れます。これがめちゃくちゃいいですね。なのでこういう状態で作るんですね。要するにサーブをこういう状態で作るんです。マロン選手の振り方をして大きく楕円で遠心力かけてで横で切って最後に縦に持ってくるっていう感じですね。横で切って最後縦に持ってくるってやると他のこう縦でやるサーブと見分けがつかなくなります。最後大きな遠心力かかっているので最後に大きな遠心こういう感じですね。今ぶち切りの下回転ね、下回転なんですけど横で切ってから縦にする、横で切ってから縦にする、横で切ってから縦にする。そうすると最後に縦面が見えるので何回転かわからない。こうやって速いロングの縦面でやっちゃうのとこれで横回転、今横回転ですね。でこれ今これぶち切りの下回転なんですけどその反動を利用して横で切ってボールの下を鋭くこすった後にそのまま勢いで止めずに流れて縦面に変化させる。マロン選手がやってるのはマロン選手がすごくよくやってるのはこういうサーブですよね。こう来てる横でかけたしめこっちはい、ということで、中国のマロン選手はこういう感じでひっそりとめちゃくちゃ効くサーブを加えていた。ある意味研究されないえげつないサーブということが分かりました。こういう形でやれば5パターン、皆さんもですね5パターンもなくてもいいんですよ。3パターンとか2パターン、まずは2つから1つの同じ振りで2つ出すとか同じ振りで3つ出すとかそういう回転の処理ができるようになってくるとサーブが研究されてもずっと効くような状態にはなりやすい、マロン選手みたいな状態にはなりやすくなってくるのかなと感じました。最後まで見てくれて本当にありがとうございました。動画の内容が良ければいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。